皆さんこんにちは。にハオ。私は、無印良品の中で、プロダクトの開発、商品の開発とデザインに、関係した、に携わっています。今日のお話は、マイクロコンシダレーション、細かな配慮ということで、無地の製品すべてがこんなに細かく生活を配慮したものであるということを皆さんと共有したいと思います。で、その中に一つキーワードがありまして、無地 is enough という言葉があります。これは無地でいいという言葉ですが、例えば皆さんがいろんなイメージをいろんなそのイメージを持ってこういうものが欲しいからってあちこちの店を歩いたとしますけれども、なんか自分が欲しいものが見つからなかったと。で最後に無地のお店に行ったら、そしたら無地のお店でこんなものがあったんだ、自分の思った通りのものがあったっていう時に、無地 is enough、 これでいいじゃないかっていうような感じを持つと。で一体無地ってどういう会社なんだろうっていうことをよく聞かれますけれども、実は無地で働いている全ての人たちもこんなに今日お見せするように無地が一体何なんだろうってまとまったそのなんていうか情報を固めたことはなかったので、皆さんも無地の人たちもみんなこういうものを見て、無地はやっぱりすごい会社だって、すごいブランドだというふうに思っていると思いますが、それをビデオ化したのでちょっと皆さんと見ましょう。
皆さん見ていただくと分かるように本当に細かなところ、生活のすべてに対してのマイクロコンシダレーション、細かな配慮がなされていると思います。私がそもそも無地と関わってもうほとんど無印の仕事無地の仕事をしてるんですけども、その時に一番最初に作ったのがこの CD プレイヤーで、皆さんよくご存知だと思いますが、ちょっとまずビデオを見ましょう。人間の生活っていうのは全てインテグレートされてる、つまり統一されてる、ただのものだけでなくて、そのスイッチの紐を引いて空気のように音が流れるっていうような、その全体を感じ取ってる、その全体の中の配慮が無地というものを成しているということの意味で、この、CD プレイヤーはその、考えをよく端的に表しているものだと思います。Without thought という言葉は自分が考えたもので、思わずという、思わずにっていう言葉です。でこれは例えば傘立てがないところで傘を立てようとすると、床の溝にその傘の先端を合わせるということがありますが、だとしたら無印はその傘立てを考えるんではなくて、この左の絵のようにただ溝を一本引けばいいかもしれないというところからその生活を考えようということで、その考えずにも思わずにやってしまうことからものを考えようということから始めました。で無地は常に日常の生活の中で何が適正かを考えています。で人間は時とすると物を買いすぎて後悔したり、食べ過ぎて後悔したりするということがあります。ですからjust right っていう程よいっていうことが結局心地をなしている。その just right っていうのは程よいってことを見つけた時に人間はとても嬉しく感じると。それが、ここのフラッグシップストアがオープンして皆さんが来て喜ぶっていうことと同じように、ちょうどいいんだっていうことが伝わっていることだと思います。ぜひjust right っていうことを生活で探してください。無印はそうやってベッドを考えるんではなくて、マットレスに足をつけるとか、最低限の構造で棚を作るとか、使いやすいポリプロピレン PP ボックスというようなものでものを整理しやすくするとか、そういったように無印は調和のために常に生活の中の行き過ぎのために調和するためのバランスをとっています。ものを作るってことは空間の中に新しい輪郭線を描くという、アウトラインを描くということになると思いますけれども、その線っていうのはどちらからの力が加わっても、一番バランスがよく取れている真ん中の線、この調和の取れた一本の線を引こうということが無地が一丸となってやっていることです。もちろん大きさに対しても一番適正な大きさっていうのは足の一番適正な太さとか、テーブルの一番適正な程よい厚さとか、そういうことも考えています。あるいは加工とか素材に関しても一番加工しやすい方法とか適正な素材を選んでいます。これは名刺ケース。難しいことをやらないで、できるだけ単純に作りやすい方法で作るということも無地の思想です。でそういうことが結果として非常にコンパクト、そんなに大きさが大きすぎないコンパクトな生活ライフスタイルを提案するということにつながります。でここでコンパクトライフというコンパクトな生活という意味で考え出した一つの全体のモジュールというか、その生活感をちょっと見てみたいと思います。
晴らしいと思いませんか。この中には最初バラバラだった製品をモジュール化するっていう活動があります。それがさらにコンパクトライフが旅ということを中心に考えると、もっと簡潔に小さくまとまってできるということがありまして、Muji2Go という一つの活動を作りました。この中には本当に後で説明しますが、小さな配慮、細かな配慮、マイクロコンシダレーションが詰まっています。僕はやっぱりこの全体を見た時にこんなに細かいことまで
よくみんな考えてるなって、無印の人たちはそれぞれが小さく考えてるんだけど、まとまるとこんなにたくさんのマイクロコンステレーションがあるかなっていうことがちょっと自分で参加している、自分もそのものづくりに参加してるんだけど、こう俯瞰して全体を見渡すっていうことはなかったので、ちょっと自分でも感動して驚いています。その中の一番最近好きなものは、これは旅に持っていくハンガーです。こんな細かなことまで作ってこれを旅に持っていくということがちょっと驚きなんですけれども、旅の先でここを皆さんとすごく共有したかったんだけど、旅に行くってことは日常から離れたところに行ってそのサービスを受けて何かをするっていうことももちろん魅力なんだけど、そうではなくて日常をそのまますごくいい場所に持って行って、そのきれいな海が見える、きれいな山が見える、きれいなところでなんか選択する、自分の下着とか靴下を選択するみたいなことも結構幸せなんじゃないかと。だからそういうことを無地は提案しているということがここに現れていると思う。その日常の生活がいかに幸せかっていうことが無地にとって一番重要なことです。でその一番ミニマムなサイズの小さくまとまったサイズの生活というのがこの一つの、ハードキャリースーツケースの中に全部収まっているということがコンセプトです。この中に皆さんの、日常の生活の幸せが詰まっているこれは、ちょっと自慢ですけど自分がデザインしましたその日常の生活の平和っていうのは同じことを毎回繰り返すっていうことの精神的安定を生み出していると思います。まずは使ったら片付ける、汚れたら洗う、増えすぎたら捨てる、迷ったら買わない、こういうことの繰り返しがすごく平穏な心を保っていると思います。その最低限の豊かさというものがそれぞれの製品に現れていると思います。でここでよく聞かれることがあるんですけど、無地って一体無地の価値って無地って何がいいんですかっていうことを聞かれるんですね。でなかなか答えが難しいのでその時にもしあなたの周りで無地がなかったら困るでしょって、どうしますかっていうことを聞き返すと、ああなるほど、もし無地がなかったら本当に困るな、もし皆さんが引っ越しをしてでそのそばに無地がなかったらまず何していいか分かんないで、だけど無地があるとまずとりあえず無地に行って自分の最低の生活を揃えようっていうことができる。それによって無地の価値っていうのはすごく分かってもらえると。無地の製品っていうのはいつも足さないで引くことから考えます。これは最近にやった照明器具のデザイン、すごく普通の形をしていますが美しいです。時計もどこにでもありそうだけど意外と探すとないっていうものを作っています。無地はその人っていうものが生活の主役であって物を主役にしようとしていません。その主役の人を際立たせるための背景とか脇役になろうとしています。もう一つは素材という大きな定義があります。洋服に使っているオーガニックコトンは畑から育てて、製品にまでするという全体の一貫したことによって作られています。でまんまという言葉は昔から使われてきた言葉ですが、まんまの素材、そのままの味をつけない、ありのままの姿で着飾らずに装わないということで素材から洋服を開発しています。朝もその一つです。着心地とかあるいはこれは昨日原さんが話したと思いますけど、その動物の毛もそのままの自然の色を使っている。もう一つはその素材の色も、自然の捨ててしまわれるようなものから
染めたりもしています。例えばバラの芽でこんな色になります。これはヤシの殻から取った色、こういう色になります。もう一つは家具を作ってますから、家具の端材から染めるということもやっています。それが無地の、素材の色を全部出しています。もう一つ最近やったプロジェクトで、無地はその一般の生活者に対していろんなものを作っているということですけれども、最近ちょっと新しい試みで、成田空港、東京の成田空港の、LCC ターミナルというその、ローコストキャリアと呼ばれるところの家具全体をデザインしました。無地というブランドというか考え方の哲学は、そのありとあらゆるところに生かせるということの一つの証になったと思います。ローコストキャリアっていうところ、 LCC っていうのはみんなそこに泊まったり朝早く来たりするから、普通の椅子ではなくて、寝転んだりいろんなことをするんですね。だからその無地の足つきマットレスというものから発想した新しいそういうなんていうかくつろぎの場を作ったというのが基本的なコンセプトです。すごく安くコストがかけられないで作ったのに、メインのターミナルよりこっちの方がいいじゃないかっていう意見がたくさんありました。最後から2つ目のその無地のキッチン家電っていうのもちょっとデザインしました。でこれはキッチンで使う家電なんですけれども、その考え方として一番左側に壁がありまして、で一番右側に人間がいます。でその一番左側の壁は四角くて、だんだん人間の体に近づくに従って物は丸くなっていくっていう概念を考えました。でその通りにその製品をその性格別にそのスケールの中にこうプロットする、収めてみました。でその定義のもとにどのくらい四角くしたらいいか、ちょっと丸くしたらいいかみたいなことを考えながら全体の形を決めていきました。だから冷蔵庫はすごく四角いけど、これもまだ壁に近い方だけども、皆さん見ると分かるようにこういう部分とかこういう部分が少し柔らかくなってる。こういうとこ、その形の必然性、
inevitable というものを考えながら全体の形をデザインするということが重要です。でこれは炊飯器ですけれども、少しその、蓋の部分に突起がありますが、これもマイクロコンシダレーション、すごく細かな配慮によって無地だけがやってるものです。そのわずかな突起があるということで、他の家電にはない無印ならではのその形っていうものが、その無地を好きになってくれてる人とコミュニケーションできるそのディテール、細部になります。無地のものは皆さんの生活の行為の中に溶けている。これトースターの形はただ丸いだけでなくて、トーストは四角いですけれども、この四角い角のコーナーからちょうど一番同じ距離を引くと、こういう引くとオフセットするとこういう形になるということなんで、この四角いパンから人間に近い形に寄ってるという形でこういう形になっています。ただ柔らかいだけで、だんだん人間に近づくに従って一番柔らかい形の、電気ケトル、電気ポットになりました。これは中国でお茶入れるのでよく使いますから、皆さん買ってくださいね、たくさん。これは人間に近寄ったんじゃなくて中国に近寄った形かもしれない。こういうものっていうのは、今までの産業っていうのは家電産業とか雑貨の産業とかってみんな分かれてたんですけど、無印という一つのものの一つの考え方の下ではみんな同じなんですね。カテゴリーが分かれてない。だから、家電もその生活の他のものと一緒に混ざっていくっていう考え方でデザインをしています。このカトラリーはすごく使いやすいから、ぜひ使ってください。この、フラッグシップストアのために新しく青白磁の器も、ここにちょっと画像ないですけど今回発表しておいていますが、それもとても綺麗で、それは少し中国の味も入っています。はい、ちょっと冗談ですけど、まずハードキャリーを買ってその中に全てのいろんな欲しいものを全部入れて買って帰るというのが、今日この後に皆さんやったらいいことだと最近やったちょっと面白いプロジェクトで、無地ハット、無地の小屋というプロジェクトをやりました。これはずっといるんではなくて、週末だけとか小さな土地があってもそこにちょっとそんなに高くない小屋を建てて、そこだけで暮らすっていう、その短い時間だけを暮らすっていう、ミニマムライフを提案したものです。これは私と、あとジャスパー・モリソンさんっていうデザイナーとコンスタンチン・グリチッチさんっていう3人でそれぞれ産業の違う小屋をデザインしました。十分にこれでも幸せな週末が過ごせるように。小屋のいいところは余計なものを全部作んなくていいって、もう諦められることです。これはジャスパー・モリソンさん、これはコンスタンチン・グリッチさん、これはトラックのコンテナを使っています。で最後にファウンド無地という活動を紹介します。これは作るんではなくて、その地域の一番無地らしいものを探してくるという活動です。まず北京でやりましたけれども、このグレーのレンガがとても無地の色に合ってるな。アンティークマーケットで宋の時代に作られた器を探しまして、本当かどうか分かんないですけどこれは多分本物ではないけれども、いまだに景徳鎮で作られているから、これはもしかすると宋の時代と同じこと、技術と、粘土と鎌で作れるということが分かったんで、それを無地で生産したらどうかというふうになりました。こうやって皆さんが日常で見慣れたものもよく無地というフィルターで見てみると、
ああこれはもしかするといいものかだった、自分たちに親しいものだったかもしれないということが見えてきます。こういう道具屋さんで探した重なっているバケツも一つ取ってみるととても美しいと思います。この手袋も探し合ってたものでとても気に入っています。作業用の手袋。こういった全部無地で売ってるわけではないですけれども、こうやってその無地って言ったら何だろうって探しながら、世界中を旅しているということも無地の一つの活動です。上にあるのは下着とか靴下をかけるハンガーですけど、竹でできていますが、とてもなんか素晴らしい発明。いろんなものを探し出して、東京にファウンド無地というお店も、作りました。フランスにも行きました。インドにも行きました。韓国、リトアニア、台湾。難しいのはこう言って、これを薬屋さんの瓶ですけど、これがいいからって言ってそれくださいって言うとダメですって言われて、でも無地の人はちゃんとそれを後で交渉して探してきてくれます。こういったものの中から無地の製品の、レギュラーな製品になっていくということがありますし、それを一番最近では中国で家具の、ファウンド無地をしました。はい、でそういうものを集めた、展覧会を、上海で、行いました。すごく日常の見慣れたものが、このように美しく展示できて、皆さんの、たくさんの人に感動を与えました。その中からミンという名前の無地の家具も作りました。無地で十分だ、無地でもいいんだっていうことのいろいろな細かい配慮、マイクロコンステレーションのその概念、考え方を皆さんと今日共有できたことを嬉しく思います。以上で終わります。ありがとうございます。